私が16歳だった時に祖父がパーキンソン病になって入院してしまいました。私は高校生だったんですけど、5人の子供の面倒を見ることになりました。1人は私の妹で、あとの4人は私のいとこたちです。この時に人生はとっても困難なことがあって、誰でも救いが必要なんだなっていうことを感じて生きていました。私は小さい頃からダンスが大好きで、ダンサーになるのが一つの夢でした。でも将来のことを考えた時に、私は幼稚園の先生になりました。でも毎日のようにダンスの練習に通って、ダンスが大好きだったので一生懸命練習していました。しばらくしてから私は結婚して東京に引っ越すことになりました。東京に移ってから私はダンスで全国大会に出て優勝したり、テレビで踊ったり CM に出たりして活動していました。でも一方で結婚生活はダメになり、離婚してしまいました。私は東京で住む家がなくなってしまったので途方に暮れていましたが、私の叔母が孫たち4人の面倒を見るならマンションを借りましょうと言ってきてくれました。私はそれを承諾し、子供たちの面倒を見ながら生活が始まりました。子供たちを教会に連れて行くっていうのが私の仕事の一つでした。初めて教会に行った時に、その教会はとても賑やかで、私の想像していた静かな教会とは違っていたので、いつかこの教会は離れようと心の中でひっそりと思っていました。一方で私のダンスの仕事は順調に与えられ、クラスをいっぱい持ち、また生徒もたくさん与えられました。私の生活の中心は夢で描いていたダンスが中心となりましたが、一方で私の心の中はダンスのせいで生活が全てダメになっていたので、ダンスのことが嫌いになり、踊る自分も嫌いになっていました。ある日、教会からゴスペルのイベントがあるので、教会のダンスのチームに振り付けをして、あなたもダンスを踊ってほしいという依頼が来ました。でも私はそれはボランティアだったので、あまりいい気持ちはせず不満だったんですけれども、でもなぜか承諾することにしました。教会のダンスのチームとして踊るのは生まれて初めての経験でした。でも私はプロのダンサーだったので、踊る前に緊張したりすることなんて全くないのですが、この日は違って、踊る前になぜか涙が溢れてしまいました。涙が止まらなくなってしまいました。普通はダンスが終わってから感動したり喜びが溢れたりするのに、パフォーマンスする前に涙が止まらなくなってしまい、これは何でだろうと思った時に後から分かったのですが、それは神様が私に望んでくださり、私を包んでくださっていたということが分かりました。家に帰ってから私は生まれて初めて神様に将来のことを祈りました。神様、もしあなたが私に神様のためのダンスを踊らせてくれるなら、私はそれをやってみたいですと私は初めて祈りました。そして喜びと愛が私の心の中にあふれました。私が人生で求めていた夢が神様によって全て変えられ、元通りダンスが好きになって、私はダンスの道を再スタートしました。教会でダンスを教え出して12年経ちましたが、教会でも外でも毎日ダンスを教え、そしてダンスに関わる全ての人を愛しています。2017年からプロのゴスペルダンスチームも作り、一緒に活動しています。私たちには神様からの大きな愛と目的が一人一人に与えられています。これこそが私たちへの良い知らせです。